回は、すごいアクロバットができるブルーインパルスのパイロットと飛行機についてお勉強しましょう。1時間目、パイロットについて。ブルーインパルスのパイロットは、航空自衛隊の戦闘機パイロットから選ばれ、3年間活動します。優れた操縦技術はもちろんのこと、全員が2機編隊長以上の資格、さらに1番機と5番機は4機編隊長の資格を持っています。人格的にも飛行時のチームワークが重要なため、高い協調性や航空自衛隊と私たちの大切な架け橋ですので、社交性も求められます。どのパイロットも3年でローテーションしているので、タイミングによって希望のポジションに配属されるのは難しいようです。約3年と決まっているのは、長く実戦部隊から離れると、戦闘機パイロットとしての感覚が失われてしまうことや、展示飛行シーズンは、ほぼ毎週末、日本中のどこかに出かけることで、家族にも負担がかかるためです。かつて練習飛行隊の一部門だった頃は、教官との兼務で、パイロットの負担が大きく、在籍の長期化や欠員が出たりと弊害があったため、第11飛行隊として独立したのを機に、3年間、専属とする体制になりました。1年目は TR パイロットとして前任者から技を習います。航空ショーではナレーターを担当したり、後席に乗って感覚を養ったりします。2、3番機は約半年、1、5、6番機は約1年かけて十分な技術を身につけ、展示飛行の資格を持った OR パイロットになります。2年目には航空ショーでの展示飛行を担当、3年目には展示飛行をしながら後任を育てます。2時間目、それぞれのパイロットの役割は6機のブルーインパルスは基本的に1から4番機の編隊と5、6番機の2機の単独機に分かれ、その中でいろいろな役割を担っています。1番機は先頭でチームを率いる編隊長です。2番機以降がついてこられるよう、常にスムーズな操縦が必要です。展示飛行の内容はいつもと同じでも、その日の天気や風、地形の条件は毎回全く違い、飛行中にも変化していきます。それをすべて考慮しながら、いつも通りの飛行を成功させるのが1番機の腕の見せ所です。スモークを出す指示も1番機が出します。1番機のみ、飛行隊長と飛行班長の2名の OR パイロットがいます。航空ショーでどちらが編隊長を務めても、いつもと同じように飛べることが理想です。2番機は左翼機で編隊長の左後ろにいます。編隊の形を変える際の動きの速さの基準になります。例えば、広い編隊から間隔を詰めていくとき、2番機が速く動けば、3番機以降もそれに合わせて速く動くなど、科目の見栄えを左右する重要な役目です。3番機は右翼機です。編隊長の右後ろにいて、2番機に合わせ、編隊のバランスを取ります。例えば、2番機が編隊長から少し離れ気味の位置についていれば、3番機も少し離れ、全体の形を整えます。4番機は後尾機で、位置は編隊長の真後ろです。全体を見渡せるので、様々なアドバイスを出すことがあります。5番機は第一単独機です。前機で編隊を組む際には、2番機のさらに左後ろにいます。編隊とは別行動をし、T4 練習機の限界に迫る性能を見せます。また、第2編隊長という役割もあり、万が一、1番機がトラブルで離脱した際は、5番機が編隊長を引き継ぎます。この場合は、アクロバットではなく、降下飛行になります。6番機は第2単独機です。編隊を組む際は、3番機の右後ろにつきます。こちらも、単機での技や5番機とのコンビネーションを見せますが、5機での科目に合流する技も多く、とても忙しいポジションです。3時間目、ブルーインパルスの飛行機について。ブルーインパルスが使っているのは、川崎重工製の T4 練習機です。全長約13メートル、幅は約10メートルの2人乗りで、
最高時速は約1000キロにもなります。軽くエンジンもパワフルで、運動性がとてもいいため、アクロバット飛行にうってつけです。可愛い形がイルカに似ているため、ブルーインパルスのパイロットは、ドルフィンライダーとも言われます。全部で212機作られ、そのうち、ブルーインパルス用は11機でした。最初にブルーインパルス用に作られた機体は寿命を迎えたので、今は通常機からブルーインパルス用に転用した10機が在籍しています。ブルーインパルスの機体は安全にアクロバット飛行できるように少し改造してあり、戦技研究使用機といいます。開発時は当時のメンバーが川崎重工と相談し、岐阜基地の飛行開発実験団で実際に飛ばして細かな仕様が決まりました。戦技研究使用機は、まず、垂直尾翼の方向度の動く角度が拡大されています。通常機は、スピードが240ノット約440キロを超えると、作動角が5度になりますが、戦技研究使用機は10度まで動きます。編隊を維持したまま大きく回るなど、特殊な操縦が多いため、火事の危機を強くしています。コックピット内に作動モードを示す装置がついています。スモークを出すためのノズルが右エンジンの後ろにあります。ここからスピンドルというオイルを出し、高温のエンジン排気に当てて気化させることでスモークにしています。ノズルの付け根のオリフィスという部品を付け替えると、スモークの太さを調節できます。スモークオイルをタンクからスムーズに送るため、空気を取り入れるベンドスクープが機体の上面にスモークオイルを捨てなければならない場合の投気口が機体のビブにそれぞれ増設されています。コックピット内にはスモーク関係の様々なスイッチや計器があります。そして操縦桿の引き金部分を引くとスモークが出る仕組みです。低空を飛ぶことが多いため、鳥との衝突に備えて風防を通常のアクリル製からアクリルとポリカーボネートの4層構造に変更し、厚さも通常の11ミリから25.4ミリへ増加して強化しています。これで約 2kg の鳥が450ノット、約830キロのスピードで衝突しても耐えられるようになっています。また、万が一、風防がダメージを受けると、パイロットの目の前にある表示装置が破損し、怪我をする恐れもあるため、これの材質も樹脂製に変更されています。主翼の前縁も内部構造が強化されていて、ここを通るケーブル類を保護しています。鳥との衝突は実際によくあり、展示飛行中にぶつかったことも何度かあります。機体の強化は重要ですね。他にも、低高度の警報装置やバックミラーの増設、後席の人が体を支えるためのハンドルなど、細かな追加や改造があり、安全でスムーズなアクロバット飛行を支えています。機体の派手なデザインは、一般から公募され、2135点の応募の中から、3回の審査を経て選ばれました。上面と下面の色を反転させたシンプルなデザインは、小型で丸い T4 練習機によく似合っています。なお、翼の上下の塗り分けは、きれいに半分に分かれるのではなく、白い部分が少し下に回り込んでいます。前縁部は塗料剥離が起きやすいため、それを避けるためです。F86 ではきれいに分かれていますね。すごいアクロバットを行うパイロットと飛行機の秘密、わかりましたか？次回からいよいよ実際の航空ショーがどんな内容かご紹介します。